はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、まむです。ということで、昨日、じゃない、一昨日ですね。はい、に、心拍情報来ましたね。ロケット弾ということで、皆さんも知ってるかと思いますが、見ていきたいと思います。それでね、あとは、今日、かなに、アップストアの方で、もう先にね、今までもあったじゃないですか。ね、その広告の中でさ、新カードが出てきちゃうみたいな。それでですね、新たに3つ出てきたみたいなんで、そちらもね、紹介していこうと思うんで、最後まで見てくださいと。まずね、一緒に見ていきましょうか。俺これ今、初めて見るんで、はい。さあ、ロケット弾ですよと。来ましたね。小次郎とかいるのかないないか。そういうのはない。別に。けど、榊いるね。ロケット弾のラプラス。なんかロケット弾のってついてんだ。なるほどね。ガラガラ、はい。じゃあこれからさ、だからなんとかのなんとかみたいなの出てくんのかな。今のさ、普通の紙の方のポケカにあるよね。なんか光のポッチャマとかみたいなさ、感じで。これ次出てきそうじゃね？今ロケット弾だけど。ね。ロケット弾のボス。わお。はい。あ、ファイヤー、ロケット弾のファイヤー、サンダー、フリーザー？なるほどね。はい。面白いじゃん。ちょっと性能を後で見ていきましょうか。はい。ということで、8月27日ですね。ランクマッチが終わった次の日かも。ランクマッチ終わった次の日？いやんね。26日までじゃなかったランクマッチ。ガチ？ランクマッチ終わった次の日に出てくるのやばすぎだろ。はい、ということで見ていきましょうか。まずはですよ。はい、ロケット弾のラプラス、冷酷な渦。このポケモンのエネルギーの数が相手のバトルポケモンのエネルギーの数より多いなら4点追加。どうなんでしょうね、みたいな感じ。けど、踊り鳥を一撃で落とせる可能性があるのかなっていう感じですかね、これね。で、しかも水だし、ね、メガサメ肌との相性も良さそうですね。逃げ値1あるし、なんだら HP 今90だった？ HP90 で逃げ値1で、80ダメ出せますと。踊り鳥に結構強そうですね。はい。結構優秀じゃない？壁としても優秀っぽいですよね。これ、逃げ値 1HP90 はかなり優秀ですよ。だいぶ優秀だね。デルビルはちょっとよくわかんないけど、君は。ガラガラ。相手のバトルポケモンの名前にロケット弾つくポケモンなら7ダメ追加。なるほどね。懲らしめる。ガラガラくんはね、あったもんね。なんだっけ、シオンタウンかなんかね、あったよね。あれの名残ってことかな、これ。わかんないけど。ね。ロケット弾いるけど、ガラガラ恨んでんのかな、やっぱロケット弾をね。っていう感じですかね。ロケット弾限定ってことで、ちょっと弱いかな。ロケット弾が流行るなら強いかもしんないけど。で、ロケット弾の泥棒マシン。相手のトラッシュからグッズをランダムに1枚自分のために加える。相手のトラッシュから、面白いね、これ。ついに、相手のカードを使えるようになった。これ新ただね。これ新しいね。これ、相手のトラッシュからだよ、みんな。だから、すごいね、これ。ガチで。相手が、これ、飴ってグッズだっけ？飴はグッズじゃない？けど、すごいよ、これ、ガチで。ね。めっちゃすごいな、これ。相手のカードを使えるってことでしょ、これ。すごくね？なんか進歩だね。ポケポケの進化を感じた、なんか。相手のカードを使えちゃうってすごいね、これ。ロケット弾のデカヌちゃん。はい。次の相手の番、この技を受けたポケモンの技を使うためのエネルギーと逃げるためのエネルギーを、無色エネルギー2個分多くする。わーお。すごいね。もう技使えねえな、これ。この技を受けたポケモンのだから、逃げて、でやれば全然いけるんだけどね。ただ、結構難しいですよね。すごいね。ただ2進化なんでね、そこがどうかなってとこですけれども。おもろい性能はしてるけどね。ただやっぱね、その1エネとかで回せちゃうようなやつだと、逃げちゃえばいいってなっちゃうんで、そこだけね、どうかなっていうところですかね、これね。
ロケット弾の大作戦。はい。相手のバトルポケモンを混乱にする。コインを一回投げ、裏なら自分のポケモンを混乱にする。じゃあ、確定で混乱にはできないけど、弱えな。弱い。混乱はね、クソ雑魚なんで。弱いっす。混乱は、このゲームにおいて一番雑魚だからな。マジで。ロケット弾のアーボック。はい。シャドウシーカー。相手のバトルポケモンを逃げるためのエネルギーの数限り10ダメ。3つは弱いね。ごめん、ちょっとお前に3つエネルギーをつけてる暇はない。さすがに。ロケット弾のスリーパー、罠にはめる。相手のバンチポケモン1匹であるバトルポケモンで入れ替える。その後、新しく出てきたポケモンに50ダメージ。なるほど。おもろい性能ですけれども、逃げエが重いやつじゃないとあんまり効かないかなってところですかね。しかも50ダメしか与えられないってところで、スリーパーに2エつけてる間、ってかなんなら1進化だからさ、結局スリープとスリーパーが必要じゃないですか。ってなった時に、お前をそんな4枚採用とかしてる、4枚っていうかスリープとね、スリープと合わせて4枚デッキの中で入れてあげる価値があるかって言われるとないわなっていうところでね、おもろいけどないよな。そんな暇な。はい。で、ミュウツー、ロケット弾のミュウツー。そうやね、いるよな。サイキックボム。このポケモンに70ダメージ。70ダメージ130当てるからねってこと同じ理由で3エネつけれるかどうかってところだよね。あと逃げエネが2なんで、スタジアムあるか。エスパーにはね、逃げエネをさ、2個もなくせる最強スタジアムがあるんで、それに関してはいいけれども、どうかな3つっていうのがね、サーナイトと組み合わせてあげれば別に大丈夫な気がするけれども、そんなぐらいですかね。はい。メガサーナイトと組み合わせんなら全然ありそうではあるかなっていうところかな。ロケット弾のペルシアン。いるよね、お前もな。デスローグ。相手のベンチのポケモンが数かける4ジャブ追加。わー。強いね。2エネで130出るんだ。これはめちゃくちゃ強いですね。ニャースがね、どういう性能かによるけど、ニャースってさ、結構強いニャースいなかったなんかいたよね。特性かなんかでさ、表だったらダメージ食らわないみたいな。なんだっけいるよね。あいつの進化できるんなら、もう強そうですよね。いや、もう、相手のベンチポケモン絶対1体はいるから。2エネ50だけでも強いし、2エネで、90は出るんじゃないですかね。ニャースがいたら、ベンチ置かないようにしようみたいな風にはすると思うんだけど、それでも、単純に強そうではあるね。単純に強そう、こいつは。こいつは全然ありだね。で、ロケット弾のボス。はい。老けてね、こいつ。榊の方が。榊と比べて老けてね、こいつ。相手の手札の表をすべて見て、その中の種化けも好きなければ相手のベンチに出す。なるほどね。だから、さっきのペルシアンだ。こいつと組み合わせてねってことだね。手札に種ポケモンを温存させませんよってことね。あえてもう出しますと。なるほどな。はい。おもろい機能、おもろいですね。なるほどね。面白いね、これ。温存させないと。おもろいね、これ。けどそれ以上に相手の手札の表をすべて見るって段階でクソ強い、これ。そもそも相手の手札を見れて、なおかつ、出せますと。種ポケモン出すもすごいけど、すべてを見るっていう段階ですごいわ、これ。手札見たら、やっぱり戦略立てれるんで。はい。で、そして、見ていきますが、ロケット弾のフリーザー、アイスウィング、氷雪の嵐。自分のベンチポケモン全員にも20ダメージ。普通のね、今までの最強の遺伝子の方は、相手のベンチに10ダメだったけれども、80ダメで。なるほど。火力が上がった代わりに自分のベンチなんだね。なるほど。はい。なるほどね。はい。そしてサンダー。はい。相変わらず HP が低いっすね。120なんだ。120しかないのか。130じゃなかった普通の最強の遺伝子のやつって。ね、エレキボール。雷鳴の鍵爪。いや、サンダーのいいとこは1エネでダメージ与えられるとこだったのに。2エネかよ、お前。雷鳴の鍵爪。ダメージを受けてる相手のベンチポケモン1匹にも50ダメ追加。50ダメ。なるほど。いやー、けど120でしょ今の環境の120の EX ってどうなんだろう。120ってマジ何でも出るからな、マジで。いやー、雷鳴の鍵爪1回打っただけでもう終わりですみたいな。なんならメガルカリオの2エネだけで積んでね、お前。これ。
メガルカリオとさ、なんだっけ、スタジアムだけで積んでんだよ、お前。いや、メガルカリオとスタジアムだけで積んでんの、お前。いや、ちょっとさすがにきついわ、それは。ロケット弾のファイヤー。はい。HP130。ヒートチャージ。声を3回投げ、表の数分、本のエネルギーは自分のエネルギーと、このポケモンにつけるのか。あ、そうですか。このポケモンにつけます？いや、まあいいか、けど。いや、まあいいか。いいか、別に。いいか。まあいいんじゃない？このポケモンにつける。いや、まあいいんじゃないか？別に。てか弱点水なんだけど。ファイヤーの弱点水になってんだけど。雷じゃねえわ。あ、そう。雷じゃない。水なんだ。まあ、踊り鳥に強くなりましたね、じゃあね。踊り鳥でさ、ね、弱点食らってみたいなことで、まあ、やらなくなったんで、まあ、後ろで、だから、ヒエクリザードンを結構育てやすくなったかもしれないね。踊り鳥前で耐えられてる時に、今、後ろでヒエクリザードンを育てます、みたいな。ことができるようになりましたね、これね。今まで弱点だったからさ、こいつ雷が。そう、後ろでヒエクリザードン育てようと思っても、ファイヤーがやられて、ヒエクリザードン1体で全部倒せますかって言ったら無理だったけど、耐えれるようになったってのは結構でかいね、これ。いや、マジででかいと思う。いや、これ、ファイヤーの弱点が雷じゃないよ、水になったの結構熱い、これ。熱すぎ。他は変わってる？待って、フリーザーもさ、フリーザーもこれ鋼だわ。弱点。フリーザーも鋼弱点になってる。雷じゃないわ。やっぱまあ、踊り鳥に強くなってるっすね。だいぶね。いや、これは結構めっちゃでかいと思う。めちゃくちゃでけえじゃん、これ。弱点変更されてんのだいぶ熱いわ、これ。まあ、踊り鳥、そうだよな。もう、踊り鳥どうしようもできないもんだって、お前ら。EX って結局。結局さ、そうなんだよな。はい。ということで、27日ですね。あと5日後、楽しみですね。はい。まあ、かなり面白そうでもあるね。そして、まあ、今はね、これ見たんですけれども、まあ、公式サイト見ていきますか。はい。そして、はい。そしてですね、こちら、ゆうきさんがですね、X で、投稿されていたので、まあ、そちらをね、見ていこうかなと思います。こちら、はい。このアップストアにてね、先に出ていったカード3枚見ていきます。ロケット弾のラッタ EX ということで、泥棒前歯。これおもろいよね。自分の番にトヨタから進化させた時に1回使える相手のバトルポケモンからエネルギーをランダムに1個、このポケモンに付け替えますと。いうことで、はい。結構面白い性能ですね。バトル場に、だから、コラッタがいたら、ね、高校の場合さ、バトル場にエネルギーをつけた場合、取られちゃう可能性があるというところですかね。はい。面白い性能してますね。いや、かなり面白いですね、これね。まあ、2N70 しか出ないけれども、相手からエネルギーをね、取れるっていうのは、結構でかいかもしれない。やっぱエネルギーがないとね、結局技打てませんからね。そして、ロケット弾のヤドン。ゴミ屋さに。自分の投資からグッズをランダムに1枚手札に加えます。まあ、どうなんだろうっていうところではある。そして、ロケット弾のバチンウに、毒好き。相手のバトルポケモンを毒にするということで、まあ、30ダメは絶対入るっていう、感じですかね、これね。まあ、毒絶対入りますから、1回は。っていうところで。まあ、そんなあんまり気にすることない気がする。まあ、ラッタぐらいかな、おもろいのはね。はい。まあどうすかね。まあコラッタとラッタで、まあ、入れないといけないんで、まあそこだよね。20枚デッキの中に果たして、まあ、その2枚、なんならまあ4枚入れれるかどうかみたいなところはあると思うけど、まあおもろいですよね。はい、そして、こちら、公式サイト見ていきたいと思います。まあ出てくるのは、まあそんなないかなーって感じですかね。なんかすごいなんかこのラップダッシュ、なんか顔がすごいね。なんかめっちゃニヤってしてるね。そして、ゲッチャネが、フォッコとニャオニクスと、かわいいね、フォッコ。かわいいですね。そして、キャンペーン中特設サイトで出題する謎を解くと、爆の3機をもらえるシリアルコードが手に入ります。らしいですね。はい。なるほど。まあ、ぜひ、一緒にみんなでやっていきますか。渋谷にロケット弾が出現ということで、ロケット弾の野望野外広告と。はい。なるほど。まあ、今はないけれど、まあ、ここに、
出るということなんですかね。はい、今はモザイクかかってますが、はい。まあ、ここに、まあ、7日間出るということらしいですね。それだけなんかプロモ、なんか今までさ、なんかここにはなんかプロモカードみたいな、新作カード出てた気がするんだけど、ないんですけど。今回ないのなんか、今回ないマジ今回ないのかこれ。今回ないのなんか今までさ、今までこういう、そう、こういうメガヘルガードロップイベントみたいな、こういうのあったよ、これ。ないんですけど。ないの今回もしかして。もしかしたら、ない感じこれもしかして。もしかしてだけど、ない。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 ラプラスなんだ。もうラプラスなんですね、これね。なるほど。皆さんということでないみたいですね。メガヘルガみたいな。今回はラプラスなんだね。なんかちょっと残念ですね、それは。はい。まあ、ということで、今回はね、以上になりますということで、楽しみですね。で、まあ、ちょっとね、告知なんですけれども、この動画がね、公開されてる時にどうなってるかわからないんですが、まあ、一応ですね、なんだろう。個人的にっていうか、ポケポケ、皆さん、やっぱ、不満がね、たくさんあると思う。まあ、僕も含めね、あると思うんですよ。ゲーム性に関して。ね。まあ、そこをですね、今のバランスが最適なのか、それとも、いや、ここ変えたら面白くなるのかっていうね、ところを、検証したいなと思いまして、作りました。はい。もう触ったらわかると思う。けど、まあ、もうほぼ一緒のカードゲームを作りました。はい。皆さんね、自由に触れるし、対戦もね、できるようにはなってます。まあ、バグがね、あるかもしれない。ごめん。バグとかあったら教えてくださいって感じなんですけれども、作ったというところでですね、概要欄にリンク載っけておくので、まあ、ぜひ、遊んでみてください。で、そしてこちらのね、新カードたちも、入れておきたいと思います。まあ、作り途中だったらごめんね。この動画が公開された時にもしかしたらまだないかもしれないんだけど、絶対に入れます。はい。ので、まあ、新パックを先行体験するような形で遊べるようにしておきたいと思いますというところで、まあ、僕もね、それで遊びたいと思うし、配信中にね。まあ、ぜひ皆さん先に、なんかこんなデッキ面白いんじゃないかみたいなのを、作っておくと、いいかもしれませんね。はい。ってことで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。では次回もお楽しみに。バイバイ。